佇まいまでシンプルに。こんにちは、木之内です。今回は家づくりの中でも特に多くの人がジレンマを抱える部分だと思いますが、間取りが迷走する理由とその打開策について掘り下げていきたいと思います。家づくりは本来他では味わうことができない楽しい体験のはずですが、理想の家を現実の形にする過程では深刻な迷いや不安に直面することがあります。家づくりを始められた皆さんはもうこれだと確信できる間取りを見つけることができていますか？それとももっと良い案はないかと思案にふけったり、もしかしたら堂々巡りに陥っている人もいるのではないでしょうか。もう10件以上もハウスメーカーや工務店を訪ねているけれど納得いく間取りに出会えないとか、2週間後には間取りを決定しないといけないのにとても決断できないというご相談もよくいただきます。同じように焦りを感じている方も多いことだと思います。でもこれらの悩みは家づくりではよくあることで、間取りは特に慎重に検討しないといけないステップなので、当然といえば当然なのです。私たち設計者も最適なプランを求めて試行錯誤を繰り返しています。提案される間取りの背後には実は大量のスケッチが隠されています。間取りに迷うこと自体は決して悪いことではありません。むしろ家づくりの醍醐味の一つと捉えてください。大切なのは迷いや不安を感じても焦らずに家づくりを進めていける状況を整えておくことです。具体的には間取りが確信できるまでは住宅会社との契約を急がないようにするということです。たとえ営業マンが進めたとしても契約は自己責任です。契約後の大きな変更は難しくなりますし、よくあるように数ヶ月後の着工を約束してしまうと焦りもあって理想の間取りを見つけることは一層難しくなります。最も重要な間取りをまずはじっくりと検討して納得できて初めて次のステップに進むことを強くお勧めします。ただ間取りは抽象的で評価が難しいのも事実です。そのために住宅会社のアピールもそうですが、定量的で数値化できる断熱や設備に目が向いて家づくりの幹の部分である間取りから目をそらしがちです。しかし間取りこそが家の個性を決定して誇りを持って暮らすための魔法の杖なのです。数十年後の住宅の姿を想像しても装飾や設備は古びていますが、間取りや空間の価値は決して色あせることがありません。新築時と変わらず光や風を取り込んで、むしろ庭の植栽が成長するにつれて理想の生活環境に一歩ずつ近づいています。背比べの柱の傷じゃないですけど、家族の成長を刻み込んだ建物はより愛しいものになっているのではないでしょうか。長期有料住宅の基準をクリアしたとしても愛される建物になければ長く住み続けられる家になるはずがありません。動画の後半では最近書いた間取りの実例も紹介しますので、ぜひ最後まで見ていただき、間取りの強力な可能性を感じていただければと思います。この間取りを書くことさえできれば、現在の日本ではそれを確実に実現できる社会基盤があります。家づくりは素晴らしいチャレンジです。自分たちの理想や個性を追求するプロセスとしてぜひ楽しんでください。家づくりで一番頭を悩ます間取りの設計ですが、今回はその迷いを解消する3つの鍵をご紹介します。本には書かれていない設計の現場からのアドバイスですので、ぜひ参考にしてください。まず一つ目は、間取りは最後というものです。どういうことかというと、間取りという建物の内部を検討する前に、まず家を取り巻く立地条件や外部環境を優先するべきだということです。暮らしは室内だけでは完結しないからで、外からやってくる太陽の光や爽やかな風や緑の潤いは私たちの生活に欠かせないエッセンスです。こうした自然が心地よいのは人類の遺伝子に組み込まれていて抗えないものではないでしょうか。断熱性能を上げるために窓を小さくして年中エアコンで快適な室温を保つことが良い家の条件だという人もいますが、それが私たちが本当に求めているものでしょうか。友人とのつながりやご近所との良好な関係も外から気づかれます。反対に外部からの視線や騒音など遮断するべき要素もあります。このように外部環境をどのように取り入れ、また防ぐかは住まいの快適性に大きな影響を与えるものです。これが外部から考えて間取りを最後にする理由ですが、そうすることによって必然的に建物の配置や間取りの選択肢も絞られてきます。家づくりでは結果としての間取りも大切ですが、その決定に至る過程も大切な要素で、納得して決断したかどうかでその価値も異なるのではないでしょうか。間取りを決めるにあたっては外から内、内から外の両方向で考える必要があります。ご自身でも間取りを書いてみてほしいのですが、多くの人は内側の視点からスタートします。
身の回りのものや家具やキッチンの配置から必要な部屋数や動線を考えると思います。これは重要な出発点ですが、どうしてもどんどん要素を加えていくような足し算思考になりがちです。しかしここで忘れないでほしいのが、制約がある中での引き算の思考です。シンプルで美しい建築の実現には必要なものだけを残し、余分なものを削ぎ落とす勇気が求められます。この引き算思考は外から内への視点から生まれます。外から内へと内から外への交わる部分が求める間取りということになります。このように重要な建物外部の環境ですが、最近気になるのは外交のデザインを省略するハウスメーカーや工務店が相当存在するということです。外交は家の表情とも言える部分ですが、それ以上に間取りの可能性を大きく広げる鍵を握っています。それなのに自ら選択肢を狭めているのはあまりに残念でもったいないことです。これについては実際の事例とともに後ほど詳しく解説します。家づくりで心を悩ませる間取りの設計ですが、その迷いを払拭するための2つ目の鍵はテーマを見つけること。もう少し言うと、あなたにしか描けないテーマを見つけるということです。そう言うと何か難しいもののように感じるかもしれませんが、漠然とでも考えてもらえれば大丈夫です。家はただの物理的な箱ではなくて、おのずと家族のストーリーや価値観や哲学が反映されるものだと思います。そのためには営業マンや設計者に伝えるべきことは家族構成や部屋数だけではないはずです。優秀な AI だったとしても、その答えは入力するプロンプトで全く違います。同じように設計者をうまく使おうとすると、自分たちの希望やテーマを伝える必要がありますし、私たち設計する側もそのヒントを常に求めています。家族にとっての理想の生活とは何かを考えて、その理想を実現するためのテーマを明確にしましょうというのは簡単ですが、現実的にはそう簡単でないことはよくわかっています。もし行き詰まったら、次のようなこともテーマを探るヒントにしていただけるのではないでしょうか。これは実際にクライアントからいただいたテーマですが、休日はどこにも出かけずにリラックスして過ごしたいというテーマに対して、壁に囲まれプライバシーを重視したテラスや中庭を提案したり、子供に社会性を教えたいということで LDK を公共的な空間として設計したことがあります。このようなテーマに対する設計の切り口はコンセプトと言われますが、家族の価値観を形にするためのコンセプトが明確になると、一本筋の通った計画が可能になります。ただ明確なテーマをいただくことは稀なケースで、このようにうまく言葉にできる方は多くありませんので安心してください。自分の価値観を探る一つの方法として、これまでの体験からヒントを探してみるのも良いかと思います。幼少期から過ごしてきた実家や過去に訪れて記憶に残っている場所からインスピレーションを得ることもできるのではないでしょうか。私自身、田舎の祖母の家での体験が今の設計に生かされているように思います。夏は蚊帳をつって寝るような田んぼの真ん中に立っている農家だったんですが、母屋から離れて立っているお風呂への行き帰りに感じる田んぼから渡ってくる風や湿っぽい草の匂いや星がいっぱいの夜空を見て体で感じた体験が原風景として記憶に焼き付いています。それが現在でも中庭や外部空間のデザインの拠り所になっています。この体験から価値観が醸成されているということは、夫婦の間でも思い描いている理想が異なる可能性があるということになります。お互いのことをよく理解しているつもりでも、部屋の明るさや広さのイメージが結構違っていることがあります。家づくりにおいて夫婦の価値観をすり合わせて一つにまとめる作業は避けようがありません。これは決して二人の希望を足して2で割るようなものではありません。夫婦仲が良くないという方には難しい作業だと思いますので、オーダーメイドで作る注文住宅は避けた方が良いのではないでしょうか。私たち設計者もそういう方とはできるだけ関わりたくないと思っています。それからテーマやコンセプトを見つける一つの方法として、言葉だけでなく図にしてみることが考えを引き出すきっかけになります。寸法を考慮した間取り図でなくても、部屋のつながりを書き出すだけでも大丈夫です。コンセプトは概念という意味ですので、もともと言葉にはできないものなんです。ですので無理に言葉にする必要もありません。もちろんスケッチも綺麗なものでなくて構いません。手を動かすことは頭の中にある漠然とした希望を形にするためのスタートラインになります。間取り図を書くということについては、過去に上げた間取り添削動画も参考になるかと思います。18本の添削動画を上げていますが、応募はその10倍以上ありました。どれも楽しい間取りで、
しかも皆さん結構図面が描けることがよくわかりました。YouTube 上での企画でしたので、間取り添削の際に一切ヒアリングはしていません。ただ苦心して描かれた間取りを見ると、考えておられることはおおよそ想像できて、図が伝える効果も再確認することができました。テーマを明確にして伝える一つの方法として、ビジョンボードの作成もあります。これは切り抜いた画像や言葉をボードに貼り付けて、理想の生活や空間を視覚化するものです。このビジョンボードを作る行為自体がテーマを磨き上げる作業にもなります。このビジョンボードを設計者に見せることで、言葉では伝えきれない微妙なニュアンスや感情も共有しやすくなります。ただ設計者側としては写真だけでは要点を把握できないこともあります。気をつけてほしいことは、気に入った写真のどこに惹かれたのか、なぜそのような空間が成立しているのかを考えてみることです。おそらく全ての希望が叶うことはないので、何かを諦めているはずです。それに気づくことができれば、テーマが一段と明確になります。そして主題が明確になればなるほど、その解決策も強化されていきます。とはいうものの、私だったら文章を書いたり話したりするのは苦手で、余計な情報を盛り込んでしまって要点がわからなくなって後悔することがよくあります。建築設計ではシンプルな美しさを常に意識しているのですが、天文外では全然できていません。そういうものですので、漠然としたアイデアも専門家との対話を通じて徐々に形を成していくものだと考えてください。ただテーマこそが家づくりの指針となって理想の住まいへと導いてくれるものです。たとえ最初は面倒でも、まずは一歩を踏み出してください。その方が結局は近道になるはずです。家づくりを成功に導く最後3つ目の鍵は、プロの力を利用するということです。設計者の重要性はこれまでのお話で分かっていただけたかと思います。確かに勉強する時間と情熱があれば、素晴らしい間取りを自分で書くことも可能です。カラオケで高得点を取る素人の方や、プロ顔負けのアマチュア画家やカメラマンがいるように、設計も例外ではないと思います。何より自分の住む家を誰よりも深く理解しているのは摂さん自身に他ならないからです。しかし残念ながら家づくりは一生にたった一度のプロジェクトです。経験を積む機会が少なくて、大きなお金が動くために失敗した時のリスクも計り知れません。洋服を買ったり美容院でカットするのとはわけが違います。そう考えると、自力で間取りを書くことは潜在的な希望やテーマを探り出すために有効ですが、実際の建築に際してはやはりプロの力を借りることが必要ではないでしょうか。どの部分で専門家の知恵を利用するかは様々で、目指す建築によっても違うと思います。設計の引き出しの多さや素早く課題を見つける様子に感心して魔法のようと言われることもありますので、必要な方にはそれぐらい価値のあるものかもしれません。 YouTube を見た遠方の方からもお問い合わせをいただきますが、現場に足を運ばないといけない設計管理の仕事は、建設地が遠距離な場合は限界があります。遠方の場合、ご要望があればラフプランのみ書かせていただいているのですが、今回はクライアントのご好意で2つの事例を紹介させていただきます。間取りの大切さや設計のアプローチの仕方について見ていただき、良いところは取り入れてみてください。最初の家は浅間山を望む家です。敷地はこのような形で、少し変形地ですが別荘地としても有名なエリアで、ゆったりとした区画割りです。東側が道路で、南側は公道ではなくて奥の区画の共有通路になっています。西側に水田を挟んで雑木林が広がる閑静で緑豊かな環境です。初めてお話を伺った時には、すでに工務店との設計打ち合わせが進んでいました。その図面は著作物ですのでお見せすることはできませんが、おおよそこのような配置計画です。南側の庭と西側の雑木林に面するテラスを設けていて、素直な配置計画だと思います。ただ庭が駐車場の車路と交錯していたり、敷地の西側部分が有効に使えていない点は少し気になっていました。拙者も特段問題を感じていないように見えましたが、後悔したくないのでということでラフプランを書かせていただきました。ヒアリングでご要望を詳しくお聞きした後だったと思います。バイクをお持ちだったので、ツーリングが趣味なんですかとお伺いしました。その時にこの家のテーマにたどり着くことができたような気がします。そのお返事は、夫婦とも登山が趣味で、そのために東京からこの地に引っ越すことを決断しました。敷地の北側に浅間山を望むことができるんですというもので、それを聞いて設計の方針は一気に定まりました。この北側への眺望は工務店の担当者も当然意識していたと想像します。しかし北側には林家があるので、
窓を設けるのが難しい立地条件です。それでもなんとか浅間山への眺望を取り込みたいので、こんな風に考えました。建物の幅を細くすれば、もっと敷地奥の西側に配置できます。この辺りまで行けば、北側の林家を避けることができそうですので、その方向でスケッチしてみることにしました。そうして完成したのがこのプランです。大種低層住居専用地域の外壁交代 1.5 メートルを守りながら、できるだけ西側に寄せて LDK を配置します。この位置からは北側の林家を避けて浅間山を望むことができます。リビングダイニングはデッキテラスや庭を経て、その先の水田や雑木林へと広がります。特に北側は巡航で風景が美しく見えますので、絶好の眺望が手に入ります。しかし北側から光は十分入るのですが、太陽の熱は入りません。やはり南側からの日照を得る必要があります。幸い敷地の南側は専用通路で、向かいには平屋の家が建っています。遮るものは何もありませんので、このカウンター上部に窓を設ければ、日の光をたっぷりと室内に取り込むことができます。一番長く過ごすリビングダイニングを敷地の一番良い位置に設けることができると、あとはおのずと配置が決まります。道路に面して駐車スペース、所有者2台分とその前に来客用の駐車スペースを設けて、バイク置き場は壁で隠します。その間を飛び石状のアプローチとしました。長いアプローチを進み、玄関扉を開けると正面に雑木林が広がります。木々の緑を眺めながら左手に進むとパブリックゾーンで平屋建ての LDK です。キッチンはご要望されていたようにダイニングテーブルとキッチンカウンターを兼ねて一体の造作とします。テーブルとキッチンの高さを揃えるためにキッチンとパントリーの床を一段下げていますので、フラットに土間収納や玄関へと行き来できます。一番奥がリビングで、眺望の良い北側には木製サッシの引き分け戸とはめ殺しのガラスを用いて大開口を設けます。木材に精通している工務店さんなので、このようなことも可能でした。南側には耐力壁の間にカウンター収納を設けて、カウンター上部に日照を取り入れるための窓を設置します。こちら側は外部の景色を眺める必要がないので、プライバシー優先で肩ガラスやフィルム張りのガラスとします。玄関から右手はプライベートゾーンです。この時はまだ流動的でしたが、その後、客室にも流用できる小上がりの和室や階段室を利用したライブラリーに発展して、より良いプランに進化しているところです。2階は省略しますが、寝室と子供室です。この2階建ての建物は、北側の林家を隠すことも意識しています。お隣から見られないことと同時に、北側に開く今回の配置計画では、お隣に配慮して視線を向けすぎないことがより重要だと判断しました。これは道路からの外観スケッチです。間取りという平面プランを考える際には、必ず外観や断面も同時に検討しなければ美しい建築にはなりません。設計の順序としては、ある程度ボリュームを把握するために平面の検討は先行しますが、まず外観や断面をイメージしないと間取りは書けないと思います。しかし世の中には平面だけしか考えていない間取りが多いことも事実です。もしそのような場合は、立面図など外観のわかる図面を要求してください。平面が決まってから外観を考えるというのは難しいものです。ここでは2つの建物の間をアプローチ、玄関としました。左手の平屋部分が LDK で、眺望の良い北側に向かって屋根勾配を上げています。右手の2階建てが個室や水回りですが、屋根は奥に向かって上がっていきます。ちょうど建物が臨地境界から離れていくので、北側車線という厳しい高さ制限もうまくクリアすることができます。この手前の建物がバイク、自転車置き場で、表札やインターホンを設置します。外壁の仕上げは希望されていた焼き杉で、杉板を玄関内部まで回り込ませて外部空間と連続させると建物の構成が一段と明確になります。最後は LDK のスケッチです。手前がキッチンと一体のダイニングテーブルで、その奥がリビングになります。右手の北側に向かって天井を高くして名峰を望む絶景を最大限室内に取り込みます。左手のカウンター収納の上部を天井までの窓として木製ブラインドの羽を回転させて日射を調整します。以上のようなラフプランを書かせていただきました。この図面は自宅建築に限りフリーで使えますので、そのまま工務店さんに渡していただいて、無事実施設計が進み、間もなく着工の運びとなっています。浅間山を望む家では、敷地の可能性を最大限生かすために、建物を南側に詰めて配置することを提案しました。南側に庭を設けるという定石からは、外れる配置計画かもしれませんが、立地条件やテーマを丁寧に読み解いた結果、このプランに至りました。
こうすることにより美しい浅間山の景色を存分に楽しむことができ、家族の生活空間に自然の恵みを取り込むことが可能になりました。この北側リビングへの日照の取り込み方は結構使えるケースがあると思いますので、ぜひ記憶に留めておいてください。もう一軒、玄関が吹き抜けの家を紹介します。こちらは工務店でもビルダーという比較的規模の大きい住宅会社で設計が進められていました。大きな宅地分譲地の一角で西側道路の敷地です。道路際に駐車スペース、奥に建物を配置して南側に庭を設けるという計画でした。こちらも一見素直なプランです。玄関スペースに余裕があるのは趣味の自転車を整備するためで、直接庭に出ることができるというのがご希望の一つでした。初めてご相談いただいた時は確かキッチン周りや小上がりの和室の収まりが中心だったと思います。それについてアドバイスした後、少し気になったので、庭は特別暗いというわけではないですけど、冬は日当たりは期待できないですよという旨のことをお伝えしました。後日、自分たちは日当たりが良く自然が身近に感じられる家を望んでいるということで、ラフプランの依頼をいただき、計画することになりました。まず考えたのは、庭を大きくして日照を確保することです。できるだけ建物を縮めて、庭の南北方向の寸法を大きくして日影図を描いてみました。日影図というのは、建物が落とす影を時間ごとに示す図面のことですが、これは冬至の日に隣の3軒の建物が敷地内に落とす影を描いたものです。ちょうどこの時、斜め隣の家が平屋で設計しているという情報が入ったので、少し希望を持ったのですが、10時だったらこの部分、11時だったらこの部分、12時だったらこの部分しか日が当たりません。もし将来、斜め隣の家が2階建てに建て替えると、全く日射が得られなくなります。たとえ吹き抜けを設けたとしても、直接1階へは日が当たりません。このことをご説明すると、もともと2階リビングも頭にあったようで、すぐに納得されて、2階リビングで計画を進めることになりました。そうしてできたプランがこちらです。建物が南面する面積を大きくしたいので、駐車スペースは1台を道路と平行に止めて、必要な2台分を確保することにしました。建物を L 型に配置して、中央に庭のスペースをできるだけ大きく確保します。隣家も合わせると庭が建物で囲まれることになるので、道路側を開けるようにして抜けを確保しています。そして駐車スペースと庭の間に塀を設けることによって、庭の開放感とプライバシーを両立させることができました。長いアプローチを設けることはできませんが、道路から見ると塀がアイストップになって少し距離感が出ます。広い玄関土間は自転車を整備するスペースを兼ねていて、奥の倉庫が靴や整備道具の収納場所です。玄関から直接庭に出ることができて、玄関土間と庭を一体的に活用することができます。2階リビングの場合は、玄関から2階のリビングの様子を伺えることも重要で、玄関上部が吹き抜けになっていて、リビングが見えるので、お客さんも自然と2階へと導かれます。吹き抜けに面した階段から2階へと上がります。2階の LDK の南側に大きなデッキテラスを設けて、一部壁を高くしてお隣からの視線を避けています。リビングダイニングからフラットにデッキテラスにつながり、外部空間を室内に取り込みます。さらにデッキテラスは庭に植えられた工房から季節感も呼び込みます。こちらは道路からのシンプルな外観です。庭の手前に設けた高さ2メートルのコンクリート打ちっぱなしの塀が外観を特徴づけています。この塀があることによってアプローチ空間が生まれますし、庭に目隠しがあることによって中庭のような日常的に使い勝手の良い外部空間になります。このスケッチはキッチンからダイニングとリビングを見たところです。リビングの奥のガラスの向こうは玄関の上部で、この吹き抜けによってリビングが広く感じられますし、趣味のスペースでもある玄関とのつながりもできます。左手手前はデッキテラスです。2階リビングではこういった室内と連続する外部空間をぜひ設けたいところです。住宅会社は大手のビルダーなので自社の企画に縛られると聞いていたのですが、施主さんの熱心な働きかけで難しいと言われていたリビングと吹き抜けの境のガラス窓やデッキテラスの床を室内の床に揃えることなども可能になりました。建築関係者の多くはできるだけご要望を叶えたいと考えていますし、とことんこだわり抜く施主さんの姿勢が担当者を動かしたのだと思います。うまく進んだ一方で一つ問題点として感じるのは、この家の住宅会社も外国工事は別途工事ということでした。結果的には事なきを得たのですが、やはり外交を分けて考えるというのは大きな弊害があると思います。この配置計画や間取りは庭の手前の塀がないことには成立しません。会社の方針で
工事自体がベッド工事になることはやむを得ないことかもしれませんが、ベッド工事にしていることで、社内の設計担当者に足かせがはめられているように見えます。つまり今回の塀のような提案ができないことが建築の可能性を狭めてしまっているのではないでしょうか。外交工事をベッドにすることは設計者にとってメリットがないように感じます。いかがだったでしょうか。立地条件から配置を考えることや、外観も含めて総合的に設計する必要性、テーマの重要性を理解いただけましたでしょうか。大規模な建築と違って個人住宅の場合は設計事務所に依頼される方は稀で、ハウスメーカーや工務店に設計も含めて依頼される方が大半です。個人的には地域の工務店の設計者が力をつけることが年間30万個も建てられている注文住宅の質を上げる一番の近道だと考えています。しかしなぜこの間取りなのかと疑問に思うこともまだまだ多いのも事実です。そんな場合には事例を見ていただいたように設計のエッセンスを専門のプロフェッショナルから得るということも選択肢の一つになるのではないでしょうか。そうすることで副次的な効果もあります。もし間取りを先行して作ることができればじっくりと住宅会社を比較できますので、そのメリットは想像以上に大きいものです。設計力の向上、コストの比較、そして第三者からの客観的な意見を得ることは家づくりを成功させるために不可欠な要素です。自分たちの夢やライフスタイルを反映した家を建てるためにはこれらの要素が大きな力となるはずです。近年は SNS やホームページを通じて信頼できる設計者や工務店を見つけることが容易になってきました。性能や仕様だけでなく家づくりの鍵となる設計力にもぜひ目を向けてください。その時にネットでよくある無料で間取りを書きますというようなものには注意が必要です。その多くは住宅会社を紹介するビジネスで、裏では大きな紹介料がやり取りされているということもぜひ知っておいてください。今回お話ししたことを頭に入れて取り組んでいただければ、家づくりは決して難しくありませんが、もし迷った時には私の LINE にお気軽にメッセージください。いつも YouTube を見ていただいているお礼として Zoom でのご相談を受けたまわっています。ご希望の方は概要欄の公式 LINE のアカウントからお友達登録しておいてください。非公開の家づくりのための動画もプレゼントしていますので、この機会を見逃さないでください。ご紹介した間取り添削動画の他にも今まで設計した住宅作品のショート動画も公開しました。400枚を超える写真を使って作成していて、サクッといろんな事例の設計アイデアを見ることができますのでご活用ください。今回は間取りが迷走した時の打開策として、間取りは最後テーマを見つける、プロの力を利用するということをお話ししました。具体的にはこのような点にも注意してください。それから皆さんが思われているほどハウスメーカーや工務店が作るものに差があるわけではないことも知っておくと良いかと思います。それは建築はその時代の社会にある共通の資源、人や材料や技術を使って作られるので当然なのですが、家づくりの現場で働く職人はいくつかの住宅会社を掛け持ちしていますし、家を作る基本的な素材である木材やコンクリートや鉄筋は共通です。製品としても断熱材や外装材や内装材はどこでも手に入ります。ましてサッシやキッチン、お風呂のメーカーの数は限られています。一方で車や電機メーカーのように大企業でないと研究開発や製造ができないということもありませんので、必然的に建材や設備に関しては差がなくなるのです。ただ車や電機メーカーのように宣伝されていないので、情報が少ないところに不安を感じているのだと思います。それもネットの普及で随分解消されてきているのではないでしょうか。そのような中で家づくりの製品に決定的な違いをもたらすものが今回のテーマである間取りの力です。この間取りを作ることさえできれば、それを確実に作ることができる社会基盤があります。ですのでこれから家を建てる人がまずすることは、どのようにどこの会社で建てるかということではなく、何を作りたいかをイメージすることが最重要なのです。家づくりは一生に一度の大きなプロジェクトです。その過程では迷いや不安を感じることがあるかもしれません。でも安心してください。正しい知識を持ち、適切な打開策を試すことで、あなたの理想の家づくりは必ず実現します。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。この動画がお役に立ったと感じたら、ぜひコメントをお願いします。高評価をいただくととても励みになります。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。